こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回は国民年金における新たな保険料免除制度が作られることになりましたので、その内容について解説をしていきたいと思います。この新たな保険料免除制度につきましては、2026年10月からスタートという形になっておりますが、どのような保険料免除なのかというと、育児期間中の保険料免除ということで、新たな免除制度が設けられることになりましたので、その内容を見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは国民年金の現状について見ていきたいと思います。加入者はどのくらいいるのか、保険料、年金額はどのくらいなのか、といったところを見ていきます。そしてその上で国民年金、免除制度、納付猶予制度というのが今現状も設けられております。今現状の免除制度、そして納付猶予制度はどのようなものなのかについて見ていった上で、今後新しく作られます育児期間中の保険料免除についての概要を説明をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは国民年金の現状、加入者について見ていきたいと思います。表の一番左側が国民年金の加入者、いわゆる1号被保険者と言われる方になりますが、今現状、令和6年で1300万人ほど国民年金1号に加入をしているという状況になっております。こちら、平成23年、2011年には1900万人だったのが、今では1368万人ということで、どんどん1号被保険者の数が減っているという状況になっております。そして、この影響の一つとしてですね、考えられるのが、表の右側にあります厚生年金被保険者、いわゆる2号被保険者と言われる方の表の中の短時間労働者の部分を見てほしいんですけれど、こちら最初47万人だったのが今は111万人に増えているというところになりまして、こちらはですね、社会保険の適用拡大の影響があると考えられます。2016年、平成28年から500人を超える企業の社会保険適用拡大が始まり、その後ですね、2022年に100人を超える企業に対して適用。そして2024年は50人を超える事業所に対して社会保険の適用拡大を進めてきたという形になっておりますので、その結果ですね、短時間労働者として厚生年金の被保険者になる方が増えてくる。また、2025年年金改革、改正法成立した関係で、今後さらに社会保険の適用拡大が進んでいくということになりますので、厚生年金の被保険者、短時間労働者、どんどん増えてくる。一方でですね、1号被保険者、国民年金の加入者はさらに減ってくるだろうと考えられます。またですね、この1号被保険者に関しましては、氷河期世代の方の年金3割減少という話もありましたが、こちらに関しましては棚上げ先送りという形になりまして、次の年金改革で要検討という形になっております。ではですね、今現状の1号被保険者、国民年金の被保険者の構成を見てみますと、一番多いのが 24.8% で、20歳から24歳までの方という形になっております。その次に多いのが50歳から59歳という形で、若年世代の方が国民年金に入っている方が一番多いという状況になっております。では、この1号被保険者の方が払う保険料、そして年金額、どのくらいなのかと言いますと、令和7年度においての年金額は 69,308 円ということで、前年比 1,308 円増加、1.9% アップという形で増額をされているという状況になっております。ただしですね、最近物価高の影響があり、物価の変動率 2.7% に対して、名目手取り賃金率変動率がですね、2.3%。さらにですね、年金の支払い額を抑制をするマクロ経済スライドというのがありまして、これが発動している関係で 0.4% 押し下げという形になって 1.9% 増。そうするとですね、実質手取りはですね、マイナスという状況になっている。
一方、支払う保険料はと言いますと、令和7年度においては17,510円で、令和6年度比で530円増加をしているという状況になっております。ちなみにですね、令和8年度ももうすでに公表されておりまして、こちらはさらに令和7年度から410円アップで 17,920 円が予定をされているという状況で、どんどん国民年金の保険料も上がってきているという状況になっております。そんな中で保険料どのくらいの方が納付をしているのかと言いますと、納付率、令和4年度においての最終納付率を見てみますと、83.1% という形で、8割超の方がですね、国民年金の保険料を納めているという状況になっております。こちらはですね、支払い方法の多様化など、国がかなりいろいろ施策を打っている関係で納付率が上がっていることになっておりますが、一方でですね、強制徴収の実施状況を見てみますと、新型コロナウイルス感染症があり、活動ができなかった面もありますけれど、令和4年度から令和5年度にかけて財産の差し押さえというのが2倍以上に増えている。令和5年度においては3万件を超えているという状況になっております。物価高、保険料の上昇といったところもあり、保険料納付が厳しくなり、そして差し押さえをされる方というのが非常に増えてきているという状況がわかるかと思います。したがいましてですね、こういう場合、差し押さえされる前に様々な対策を打つ必要があるかと思います。では、どのような対策があるかと言いますと、保険料免除、そして納付猶予制度というのが設けられております。こちらに関しましては全部で4種類あります。まずは法定免除と言われるもの。こちらはですね、生活保護の方、そして障害年金等を受給されている方、また一定要件を満たす療養者の方に関しましては、法定免除で保険料免除という形になっております。こちらはですね、国民年金加入者のうちの約1割の方が利用しているようです。そしてですね、免除、納付猶予という制度もあります。こちらはですね、収入の減少ですとか、失業等で納付が経済的に困難な方に対して設けられた制度になりまして、申請をすれば免除されるか、納付猶予されるかというのは、それぞれの市区町村の判断によりますけれど、全額から一部、そして納付猶予という形で対応してもらえるという形になっており、こちらを利用している方が全体の約2割という形になっております。また、産前産後の保険料免除ということで、平成31年、2019年からスタートをしておりますけれど、こちらにつきましては、産前産後の期間の保険料免除というのが4ヶ月間ですね、可能になって、新たにスタートをしている制度になっております。また、以前からありますけれど、一般的によく使われるのが学生納付特例と言われるもので、大学生、高校生等ですね、一定の学校に在籍かつ一定の所得以下の方に関しましては、納付が猶予されるという形になっておりまして、こちらはですね、約1割の方が利用しているという状況になっております。このような免除制度、納付猶予制度がある中で、新たに2026年10月から設けられるのが、育児期間中の保険料免除の制度というものになっております。こちらは2026年10月からスタートをするものですけれど、この対象期間と要件ですが、公養育する国民年金1号被保険者の父、そして母ともに対象という形になります。そして国民年金1号の方はですね、自営業者フリーランスの方、所得水準様々ですので、所得の要件ですとか、休業の要件は設けないという形になっております。そして免除の期間につきましては、子が1歳になるまでの期間、そして免除期間における基礎年金については満額を保証するという形になっております。そしてですね、1歳までの保険料免除になりますけれど、母の場合はですね、産前産後の保険料免除というのがすでにありますので、出生後の期間4ヶ月過ぎた後の残りの9ヶ月間1歳になるまでの保険料免除という形になります。そして、お父さん、そしてですね、養育する父母の場合に関しましては、1歳となった日までですね、出生日からの1年間、最大12ヶ月保険料が免除されるという形になっております。
そして最後に注意点とまとめになりますけれど、育児期間中の保険料の免除ですけれど、具体的な手続きはまだ公表されておりませんので、各市区町村の公表を待って確認をしてほしいと思います。そして保険料免除によって、国の財源に、マイナスの影響が出てきますけれど、こちらの財源どうするのかと言いますと、2026年4月から新たにスタートをする子ども子育て支援金を活用するということになっておりまして、こちらはですね、全世代で保険料負担が増えて、皆さんで支援をしていくという形になっております。この内容につきましてはまた別の動画でご紹介をしているのでご覧いただければと思います。そして、免除の制度をご紹介をしましたけれど、免除、デメリットもあります。付加年金ですとか国民年金基金の利用ができなくなりますので、免除の申請の際にはご注意をください。2025年4月から、出生後休業支援金、支援給付金というの制度もスタートをしております。こちらですね、国民年金加入の方でも活用できる可能性がありますので、ぜひ検討をしてみてください。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。